こんにちは、太郎です。今回は背景が変わると別の絵になる不思議な画像の紹介第2弾をやっていきたいと思います。こちらは先日の動画で紹介したものです。今パワーポイントを開いていて、黒い背景の上に波の絵の画像が置かれています。こちらを動かして白い場所に移動すると、このように別の絵になります。同様に赤色の背景の場所に置かれているこちらの画像を水色の背景の場所に移動すると、やはり別の絵になります。これは一体何なのか、どうやったら作れるのかというのを先日の第1弾の動画で紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。そして今日紹介したいのはこちらです。カラフルな気球の絵が見えますね。この画像を白い背景から黒い背景に移動すると、なんと全く違う絵になりました。前回のものは白い背景から黒い背景に移動すると別の絵になりましたが、色は白黒でした。今回のものは背景の色が白から黒に変わっただけなのに、なぜかカラーの画像の色が変わってしまいました。どうしてこんなことになるんでしょうか。今日は色が変わる仕組みの概要とこの画像の作り方をご紹介します。なお、今回の動画は前回と違って画面のキャプチャー動画ではなく、あえてディスプレイに表示されたものを撮影しています。この理由は後ほどお話しします。それではまずはこの画像の仕組みについて簡単にご紹介します。 PC やスマホで画面に表示する色の情報は赤、レッド、緑、グリーン、青、ブルーの光の三原色といわれる3つの色の組み合わせで表現されます。一番上のこの四角形は赤 100%、緑と青が 0% の赤色です。さらに色の表現だけでなく、透明度を指定することもできたりします。パワーポイントでもこのように透明度を変えることができて、こちらの赤色は赤 100%、緑と青が 0% の赤色で、透明度を 50% にしたものです。動かしてみると、白い背景の時は薄い赤色で、黒い背景の時は黒っぽい赤色になりますね。このように普通に色と透明度を指定しただけだと、白い背景と黒い背景の間を行ったり来たりすると確かに色は変わりますが、赤っぽい色であることには変わりありません。なんですが、色の組み合わせで黒い背景の時だけ赤色が目立たないようにしてみます。こちらの薄い水色は黒い背景に半透明の赤色を置いた時の色の補色、ちょうど反対の色になっています。このように2個ずつ組み合わせた四角形を作って遠くから見ると、色が打ち消し合って黒い背景の時に灰色っぽく見えます。これだと分かりづらいので、たくさん並べて縮小してみます。こんな風に並べていって、最後に縮小するとこうなります。こちらを白い背景と黒い背景の間で動かしてみると、黒い背景の時に灰色っぽく見えるようになりましたね。白い背景の時には赤がかっていて赤っぽく見えています。同じことを赤以外の色でもやってみます。これらは全部白い背景の上だと色がついて見えますが、黒い背景の上に移動すると全部灰色に見えます。黒い背景でも少し色があるようにも見えますが、白い背景の上に置いた時にはっきりと違う色に見えているのと比べると、その差は歴然です。同じように考えて、黒い背景の時だけ色が見えるものも作ってみます。白い背景の時に補色になる色と交互に並べることによって、黒い背景の時だけ色が見えて、白い背景の時には灰色に見えるようにすることができます。そうしたら次はこれらを組み合わせてみましょう。上の四角形が透明に見えると白い背景の時に赤色に、黒い背景の時に灰色に見える組み合わせです。下の四角形が透明に見ると白い背景の時に灰色で、黒い背景の時に青色に見える組み合わせです。これを組み合わせれば色は薄まりますが、白い背景の時に赤色で、黒い背景の時に青色になるものが作れるはずです。実際にやってみましょう。このようにこれらの4つの色を1個ずつ取ってきて並べます。先ほどと同じようにたくさん並べてみましょう。はい、たくさん並べて縮小したものがこちらです。色が薄くなりましたが、確かに白い背景の時に赤っぽく見えて、
黒い背景の時に青っぽく見えるようになりました。そうしたらこれを2つの画像データの一点一点に対して選んでいくと、最初に上げた画像が出来上がるというわけです。左から100個目、上から20個目の点は白い背景の時には水色で、黒い背景の時にはオレンジ色にしよう。そのためには4つの色と透明度をこの組み合わせにしようという感じで1個ずつの点を作っていくイメージです。全体的に色が薄くなっていますが、周りとの相対的な関係でちゃんとカラーの画像に見えるようになっています。ということで、背景が白の場合と黒の場合で別の絵になる画像ができたのですが、2つ注意点があります。1つはこの画像データは拡大と縮小にとても弱いという点です。一つ一つの色が画面に表示できる最小のドットの大きさと合っているときは綺麗に見えるのですが、拡大したり縮小したりするとこれがずれてしまうので、もう一方の絵が見えるようになってしまいます。試しに大きさを変えてみると、こんな風に鳥の形や気球の形が見えてしまいます。パワーポイント上で動かしてみる際は、パワーポイント自体の表示が 100% になっていることと、画像データがオリジナルのサイズ 100% になっていること、これに注意する必要があります。もう一つの注意点は、ディスプレイによっては綺麗に見えないという点です。今パソコンのモニターを2つ並べているのですが、もう一方の古いディスプレイの方で表示してみると、このように気球の形が見えてしまいますね。実は白い背景や黒い背景で灰色になるような色の組み合わせは、ディスプレイのガンマ値が 2.2 であることを前提に調整して計算していました。ディスプレイのガンマ値というのは RGB の値の大きさと実際に画面に表示する際の光の強さとの違いを表す値で、標準的にはガンマ値が 2.2 のディスプレイが多いのですが、そうでない場合もあります。これが今回の動画を画面のキャプチャー動画を撮るのではなく、ディスプレイに表したものを撮影して作った理由でした。画面のキャプチャー動画にしてしまうと、動画を見る際の画面の大きさの違いやディスプレイの違いに影響されて違う見え方になってしまう可能性が高いからです。さて次はこの画像の作り方です。こちらについても作成用のサイトを作りましたので、それを使っていただければ皆さんに簡単に作ることができます。カラー版の変幻画像作成ページを開いて、画像を2つ選んで透過画像作成ボタンを押します。はい、これで完成です。パワーポイントで開いて確認すると、このように別の絵になることが確認できます。ご覧の通り、元の写真に比べると全体的に色が薄くなってしまうので、事前に彩度やコントラストをできるだけ大きくしておくことをお勧めします。こちらの2倍3倍の選択肢を選んでから透過画像作成ボタンを押すと、2倍や3倍に拡大された画像が作成できます。画面に表示されているものは変わらないですが、コピーして貼り付けるとこのように縦横2倍に拡大された画像が作られていることが分かります。 iPhone でこの画像の確認方法をいろいろ試してみたところ、公式アプリのフリーボードで4倍に拡大した画像をオリジナルサイズで表示して、シャドウをオフにしてフリーボードの表示自体を 25% にすると綺麗に見えることが分かりました。ちょっとややこしいですが、試してみる際は参考にしてみてください。また画像によっては拡大縮小なしでガンマ値 2.2 のディスプレイで見たとしても、それでももう一方の絵の形が目立ってしまうことがあります。例で使っている気球と鳥の画像を黒い背景の時に気球になるように逆にして作ってみます。そうすると黒い背景の時はあまり気にならないのですが、白い背景にした時に気球の形が目立ってしまっています。遠くから見るとそんなに気にならないのですが、近くで見るとこの辺りに線があるように見えてしまいます。でこれを軽減する方法を考えたんですが、このように線が見えてしまう理由はドットが規則的に並んでいるからなんですね。この色の境目のところが目立ってしまうので、これを軽減するために最小単位の四角形を構成する4色をいつも同じ並び順にするのではなく、シャッフルすることもできるようにしました。画素のランダム配置にチェックを入れて作成すると、絵が少しぼやけてしまうというデメリットはありますが、もう一方の絵の線が見えづらくなります。まとめますと、白い背景と黒い背景で別のカラー画像になる絵は
4つの色の組み合わせによって遠くから見た時に見せたい色になるように2つの画像データから1ドットずつ計算して作っています。その計算ではディスプレイのガンマ値を考慮したややこしい計算式が必要になりますが、元となる画像を2つ指定するだけで作成できるサイトを作ったので、皆さんも試してみてください。事前に彩度やコントラストをできるだけ上げておくことをお勧めします。この画像は何かの役に立つかというと特に使い道はないと思います。でも役に立つかは関係なく、こうやったら白い背景と黒い背景で別になるものが作れるんじゃないかなという仮説に基づいて計算して、実際にそうなることを確認して、計算通りとなる。これが楽しいですね。今回の動画はここまでです。今後も切り絵の作成の様子やその他いろいろ作ったものを公開していくので、興味を持っていただいた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。